メイドインジャパンで日本初世界に通じるプロモーションというか戦いの舞台を作ろうっていうところが2015年の旗揚げのコンセプトじゃないですか。アゼルバイジャンで成功したライジンがすごい話題になった。それを受けてウズベキスタンとかはこの前も大使と会って、ぜひウズベキスタンでも大会やりたいと。ライジンここからは本当にライジンフェデレーションとしての世界戦略第2フェーズに入る。プロモーション対プロモーションでベラトール VS ライジンってやった時もちょっと独特な熱になったように、そこにさらに国も合わせて、韓国っていい選手いっぱいいるんで、オールコリアとオールジャパンでやりたいわけです。やられそうじゃないですかね。リスクはあるだろうね。ここで大丈夫ですか。はい。뭔지 알겠습니다. 뭐지? 이렇게 해서バンタム級を代表して全面対抗戦に出陣。韓国からの最強助っ人キム・スーチョル。 일본 팬분들이 다른 나라 사람들이잖아요, 저하고. 그 사람들이 저를 더 다른 나라 사람인 저를 이렇게 좋아해 주신다는 게 감사하죠. ずらされた。あれで崩してきた。ストレート。打ってこいと。抱き合う。魂ファイティングスピリッツは響き合っています。 아출레타와의 경기가 끝나고 아들이 태어나면서 이제 좀 성숙하게 된 계기, 성숙하게 좀 내가 좀 발전할 수 있게 된 계기가 아출레타전인 것 같아요. いやでももうお互いあっぱれですよね。 할 말은 없고 대신 한 번 더 몇 번 한 번 더 기회를 주신다면은 정말 열심히 경기를 하도록 하겠습니다. 워드 FC에도 계약이 돼 있고 라이진에도 계약이 돼 있어요. 그래서 그냥 반반이라고 생각해요. 라이진 선수이고 라이진에 뛰면 라이진 선수이고. やっと自分の実力を証明できる相手だと思うので嬉しいです。団体を背負っている逆側にずれて肩がないですね。入れば肩が止め、これはシュート元世界王者岡田亮を破ったキング。ファンクラスではチャンピオンになったので、ライジン一本絞って最短ルートで行くために変調してチャンピオンを目指そうと思って、バンダム級なら負ける気がしない。誰にでも勝つ自信があります。 저는 항상 내일이 목표이기 때문에 제 포커스는 항상 나카지마 타이치 선수예요. 열정적인 경기를 하도록 할 테니까 많이들 보러 와주세요. 감사합니다. 僕とキム・スーチョル選手がやれば勝手にそうなると思います。キム・スーチョル選手も攻めてくるし、僕も攻めるし、すごいスクランブル合戦だったり打撃の工作、いろんな面で激しい試合になると思います。 그래도 진짜 모르겠고요. 저 원래 이렇게 막 예상할 수 있긴 있는데 주먹을 제대로 나눠보죠. 여기에서 이렇게 말하는 건 너무 의미 없다고 생각해. 이 세 명의 공통점은 이제 일본 선수에게 진 적이 없다. 이어나가겠다. 로드 FC에서는 이런 마인드가 좀 크게 남아있고,
그리고 제가 뭐 여러 해외 선수들도 많이 싸워보고 했지만 한일전만큼은 뭔가 모를 힘이 생깁니다. 라이진에서 계속 뛰고 싶고 챔피언이 되고 싶은 욕심이 생깁니다. 아사쿠라 카이 선수는 우선은 제가 첫 라이진 데뷔전 상대였습니다. 그래서 저도 콜을 했고 흔쾌히. 근데 이번에 챔피언 되고 또 UFC 간다는 소문이 조금씩 들리더라고요. 라이진에 계속 좀만 남아있고 저를 넘어선 이후에 가시길 바랍니다. 왜냐하면 저랑 약속을 했기 때문에 만약에 그 약속을 못 지킬 것 같으면 저에게 정중히 사과를 하십시오.日韓戦ってマジでもう中学生の頃から親善試合とかめっちゃやってきたんですよ。韓国も何十回と言ってるかもしれないし、ライバル的な感じ、アジアにお前らには負けてらんないぞっていう気持ちがすごい伝わる。レスリング時代からの因縁があります。あの試合はその2週間前まで2ヶ月間アメリカに修行行ってて、名コーチエリック・アルバラシンコーチに習いたくて、でセフードとも練習したくて、構えから何から習ったスタイルに完璧に変えているみたいな感じで、今までやったような前傾みたいなのをなくして構えから変わるし、でもそこからの攻め方も全て変わるし、自分にしっかりなじませる練習っていうのがやっぱ足りてなかったとは思いますね。負けて1年苦しかったですけど、次の試合のためのいい1年間だったんじゃないかなって。打撃をボクシング世界12連覇の山中慎介さんに習ったりとか、同郷の滋賀県でそういうつながりがあってこう教えてもらえるようになって、アメリカで習ってきた技術、山中慎介さんに習ってるパンチ、自分用になじましてやれるゆっくりな時間があったんで、パンチが伸びてくるのはストレートがすごい伸びる選手なんでうまい。何よりやっぱそのパンチをもらわない。今まで結構攻めるだけやったんで、俺はレスラーでありグラップラーなんで、しっかり組んで仕留めたいなと思いますね。 이번에 수철이 형이 전략을 너무 좋은 전략을 줬습니다. 그거는 여기서 발언은 할 수 없지만 뭐 그날 29일날 보면 아시게 될 겁니다. 제가 어떤 걸 준비했는지. 최고의 컨디션으로 왔으면 합니다. 뭐多分トラウマだったんじゃないですか。まあでもやっぱリベンジしたいんで、はい。俺全てかけた。俺。そうだろ。そうだ。 저는 한국에서 가장 인기 있는 파이터고, 라이진에서 또 일본 팬들에게 인기를 얻기 위해서 온 한국의 이정현 선수라고 합니다. 반갑습니다. 천재라고 생각하거든요. 타격에서 약간 킥복싱에 이제 뭐 텐신이 있다면은 MMA는 저랑 제가 약간 한국의 텐신이라고 불렸거든요. 살고 싶으면은 그래플링 하세요. 살고 싶어. 映像ちょっと見たぐらいですね。まあなんか生意気な選手なのかなとは思ったんですけど。 민정현 첫 번째 니킥 몰아붙입니다. 한국에는 한국 선수 중에서 저랑 시합을 할 수 있는, 경쟁을 할 수 있는 선수가, 또 제가 로드 UFC 제안이 한 번 더 왔었어요. 근데 제가 라이진을 선택을 했는데 이유가 신규 선수라서 선택을 했습니다. 왜냐면 그 로드 UFC에 나오는 선수들의 레벨보다
표정이 마음에 안 들고 일단 저는 얘기를 너무 많이 들었죠. 뭐 사실 저는 한국 사람인데도 일본 선수들이 싫어한다. 바로 저는 알겠다 했죠. 嫌われてるいやいやいや 야, 신유 선수가 뭐 한 인터뷰를 봤는데 뭐 표지 선수한테 뭐 죽여버릴 거다. 제가 이런 선수 저같이 이렇게 재밌는 선수가 싸워서 해야지 팬분들이 좋아하지 않을까 저는 생각을 하고 있습니다. めっちゃディスりますねあいつお前ムカつくなって話本当に 몇 살이야? 24살? 23이죠? 참관을 하신다고 들었어요. そうっすね初めて年下とやります일단은 신유 선수는 그냥 딱 봤을 때 너무 지루해요. 표정은 진짜 다 죽일 것처럼 하는데 재미가 너무 없습니다. 항상 죽일 것처럼 하고 태클하고 경기가 재미없습니다. 顔に出てるっす顔に性格あるに出てます試合スタイルもそうですけどやっぱ結構挑発とか生意気っすね 팀도 못했지. 사실 저는 일본을 굉장히 좋아하는 나라고 근데 하지만 좋아하는 나라고 이렇게 너무 그렇지만 한일 대항전만큼은 사실 선의의 경쟁처럼 라이벌이고 그것만큼은 꼭 승리하고 싶고 코리아 화이팅! この辺はでもまあ面白いですよねぶっ飛ばしたいだけですはい右の肘を叩き込んでいきます。この肘だ。これ肘を打ち込んでいきます。いやーすんなり決めたくないですよねそれでいうとかなりひどい目に合わせようかなと思ってます完勝だね 데리고 갈 거고 인성교육 시켜드릴 테니까 울지 말고 시합 끝나고 マッチは韓国で期待されてると思うんですけど僕はもう世界で期待されてると思ってるんでまあ潰そうと思ってます韓国の人たち選手たちもかなりライジンも浸透して自国のプロモーション以上にライジンで戦ってみたいっていう人たちが増えてるんでね近い将来韓国で今具体的なオファーも来てるんで大型のカジノリゾーツがいっぱいインチョンできてるんですよでそこにとんでもない1万5,000人ぐらい入るアリーナができたんですよ、はカタールに行って大失敗してるんで僕らが聞く部分でいうともう圧倒的に札束燃やしてこの十何年走ってきてるわけじゃないですか800億1000億近くもう金燃やしちゃったわけですよ戦略が違うんで投資スキームで格闘技を捉えてないんで生命維持装置という名の投資のお金が来るパイプを外した瞬間に自分ではもう生きていけないわけじゃないですかだけど努力友情勝利でした忍耐とか尊敬とか少年ジャンプみたいな誰のところに誰にも刺さってないんだ誰にも刺さってないな、驚くほどこれから先もやっぱりみんながこのライジンでワクワクドキドキしてもらうそういうものを作り続ければ自立歩行ができるんでこういう国をちゃんと掲げてやるこの3対3がどんな熱をファンの人たちの中に作り出せるかっていうのは一つの試金石になる10年を機に引退しようっていうもうあと1年だとか2年だと思って頑張るっていう 사실 이거는 라이벌, 선의의 경쟁이라고 생각을 하고 있습니다. 시합날 한국 대표로서 꼭 한국의 승리를 가져가도록 하겠습니다. 国の誇りをかけてというか、日本代表してライジンを代表して、必ず勝とうと思ってます。牛久選手この前の試合で試合中パーってやってたんで、僕が上回ってるところは試合中ふざけないで真剣に勝ちに行くところだと思ってます。現状、朝倉海がチャンピオンでいて
多分佐藤翔子、井上直樹がいて、あとキム・スーチョルかな。その下に僕とか中島選手とか。3年経ってますからね。MMA の M ぐらいができるようになりますよね、誰でも。3年経ってデビュー2戦目と接戦してるような選手もいますけど、あれじゃダメでしょって。誰のこと？分かんないですか？レン君。かかとで蹴っていきます。レリージャブ2つにそしてはいちょっと食らついたか。太田ガブっていった息の鎮だ。言ったら一つトラウマですね、あの試合は。かかとがすんごい本当に効いたし、うまさとか相手の自分が得意なことを押し付けても相手が嫌がってなかったら意味ないですよね。変えなきゃいけないと思ったし、変えたし、もうやりたくないなって思わせるような試合でした。いきなりテイクダウンです。試合代表を出し取る。一本勝ちをなるか。決めれば一本です。今年31になる。もう1回も負けられないし、3連勝4連勝したらチャンピオンになるしっていうような相手とやんなきゃいけないし、やって今回もそうだし。今年から僕はバンタム級に挑戦します。僕を信じてついてきてくれないですか？普段寮に住んでます。窓も開かないんですごい集中できますね、練習に。だからそれだけやっぱ集中してやってると見えてくるものもありますよね。なんかね、その中でやっぱりこうちょっとちっちゃいなっていうのは感じてて、フェイサーの時から69、70しかないんで、今 ATT にいるバンタム級の選手も普段70とかあるんですよ。いろんな選手にアドバイス聞きながら減量もやってますね。堀口さんにも助けてもらったり。そうで途中入るときにこっち押しちゃうんです。スパーリングを毎日お願いしたり、本当に本当にお世話になってます。僕にとって堀口さん本当特別です。だからそういうのも含めて僕にとって本当に特別な階級です。フェザー級のチャンピオンですよ。だってそこに勝った僕が評価上がると僕は思ってるんで、勝手に。それはレスリングとかはすごいですけど、僕は選手その総合として見て、そのトータルで見て僕が戦えるところはいっぱいあるなとは感じてます。きつい試合になると思いますよ。3ラウンド終了のゴングが鳴った瞬間ぶっ倒れるくらい出し切りたい。M1 でね決勝行かれてましたけど、僕2回戦負けてますから。オズワルドじゃねえよ、似てるけど。スマイルクッキングの時間です。とりあえず15回ですよね、男性は。300g ぐらい。ちょっとしゃもじ本当だ。めちゃくちゃうまい。色物カードっぽく見えるかもしれないですけど、本当ガチですよね。復活しないとなって思ったんで、このまま終われねえなって思って。プライドっ子っすからプライド見て育ったんで、中学2年生の時にプライド21田村清 VS ボブサップ衝撃を受けて、高山対ドンフライでもそれで一気に引き込まれて、24かな、プライドノゲイラとダニーラソン、見に行って、もうこれしかないと思いましたね。やっぱりその外国人選手にバンバン勝っていく桜庭和志っていう選手はめちゃくちゃかっこよくて、もうスターでしたね。一番きつい時期にプロになったっていうような感じですね。
プライドっていうそのエンターテインメントを好きになったっていうのがあったんで、目標を失ってしまったような感じはありましたね。ゆっくりゆっくり立ちで肩が上がって前ぐらいで入っちゃう。じゃあいきますよ。どうぞどうぞ。うわっ、いくらチャンネル登録者数が伸びても格闘技で開いた穴は埋まらなかったんですよね。ライジンに出てる選手が輝いて見えてたし、嫉妬していたし、そこに立ちたいっていう思いは本当強かったんですよね。プライドに憧れて総合格闘技の門を叩いた少年は今日夢見た舞台にたどり着きました。多分僕のことを見て気に入らないと思う人もいるとは思うんですけど、これは僕なりのやり方で掴んだチャンスだし、合ってるかどうかは分からないですけども、それでも勝っても KO 負けても KO で、おーっと飛び先だ、ぐるっと沈んでいった、ここで止めた。負けの勇気を持って勝ちに行け。ありがとうございました。夢みたいな作戦通りだな。よかった。本当に強い、何でもできる選手なんじゃないかなとは思いますけどね。気合いマジだぞ、もうちょい蹴ってる。プライドとか好きだったんで、ミルコ、マーク・ハント、あと高則コミですかっこよかったですね。ヒーローもの見るみたいな感じで見てました。なんか自然に勝利者賞としてヨギボーマックスが贈呈されます。いくつかもらってますからね。コンビネーション払ってくれる。返していった。その強さがあるんですよね。返していって一気にラッシュ。のみさんの時終わった後にこれ楽しいし、もっと知りたいな、もっと知らなきゃなっていうふうに思って。どのようにご覧になりますか。いや、あれしんどかったっす。やめようと思わなかっいや、もう MMA で復活しないとなって思ったんで、このまま終われねえなって思って。やっぱそこの AK に行けばもうその MMA として全てが学べるなって思ったんで。しんどいですけど楽しいです、やっぱり。こうやったらこの技できるんだみたいなのも楽しいですし、館長にもあくまでも極真を背負って出るわけだから、その意識を忘れずに好きなことをやったらいいと思うっていう、そういう話はしていただいて。チャンピオンに一直線です、そのために行きましたからね。やるしかないですね、極真背負って。自分が本当中学生の頃見て、うわすごいなって思ったように、いや井上とベイノの試合めちゃくちゃ良かったよね、めちゃくちゃ面白かったよねっていうふうに思ってもらえるような試合にしたいなっていうふうに思ってるんで、色物カードっぽく見えるかもしれないですけど、本当ガチですよね。潰し合いなのかなって思いますね。格闘技はオツです。たまんないぞ。大丈夫かおい。違ったら言って、違ったら言って。